蘇州の摂政園は中国四大庭園の一つであり、世界遺産にもなっている。蘇州観光のハイライトの一つだね。ところでこの庭園の名前、少し変わってると思わないか？思っていた。摂政園の説って拙い、要は下手くそって意味だよね。政治が下手くそな人の庭園。まあいい線言ってるな。この言葉にはたんと由来があるんだ。500年前にこの庭園を作り、ここを摂政園と名付けた人物の紹介を含め、今日はこの摂政園の歴史を語っていこう。蘇州は今から2500年前の春秋時代に呉の国の首都が置かれて以来、江南の中心都市として繁栄を続けてきた。呉といえば蘇州のことなんだね。三国志の呉の陸孫や古陽は蘇州の名門。そしてその陸氏の一族の陸石の邸宅がこの摂政園の一帯にあったと言われている。陸石、中国では親孝行エピソードで知られている人物だね。そう、陸石を語り出すと動画が1本作れるが、今回は割愛しよう。その後、東大には番頭の詩人の陸鬼毛がここに居住していた。さらに現代には大光寺という寺院が創建された。肝心の摂政院になるのはいつなの？それは明代半ばのことだ。それをこれから紹介しよう。摂政園を造営したのは蘇州出身の王謙信という人物だ。初めて聞く名前ね。どんな人だったの？代々管理を輩出する家に生まれた彼は若くして神童と評判を立てられた。そしてわずか24歳で紳士に及第し、高級官僚の道を歩み出した。一族に金印営に属する人物がいたことも影響したのか、彼はたちまち出世コースに乗った。秘密警察の人間が身内にいたのか。王謙信は仕官してしばらく経つと使者として朝鮮に派遣され、さらには御師にまで出世した。順調な出世じゃない。将来の最小が見えてきたね。しかしここで挫折が待っていた。彼はとある役人の不正を告発したのだが、それが皇帝の特務機関東証との対立に発展し、皇帝の機嫌を損ねた。時の皇帝って誰？明の高祖高知帝。あら、明代を代表する名君じゃない。王謙信の告発が間違いだったの？いや、王謙信の告発は正しかった。しかし東証に睨まれた彼は陥れられ、広東省の宿場の支配人に左遷されてしまった。それってかなりひどい左遷だよね。超エリートコースを歩んでいたのに、名君高知帝の時代でもこんなことがあるのか。明と言いながら真っ暗な時代だね。清徳帝が即位すると彼の無実は明らかとなり、左遷から復活したのだが、彼はこの一連の経験でもう仕官が嫌になってしまった。そして40歳の若さで官階を退き、郷里の蘇州で悠々自適の生活を送ろうと決めたんだ。はあ、そして摂政院を築くわけなんだね。王謙信は蘇州の土地をあちこち見て回り、最終的にこの場所を気に入った。そして清徳4年、いよいよ造園を開始したんだ。彼が摂政院を作るにあたって何かこだわった点はあるの？当時の蘇州は経済的にとても豊かな地域で、官僚たちは競って豪華な庭園を建てた。彼らは競って珍しい花や珍しい石を集めて庭園を飾った。時代は少し後だけど龍園みたいな感じか。しかし王謙信は違った。彼は豪華さや人工性ではなく、自然らしさを重視した。いわば山水画の世界。そんな陰鬱の世界で暮らすような空間を作ろうとした。なるほど。摂政園で特に目立つのは地位系が中心になっていることだ。建造当時は豪華な建物や大きな太鼓石があるわけでなく、水が主だったんだね。そして明代を代表する文人、画家として有名な文鳥名、摂政園12系図を残した彼は王謙信と親しく、摂政園の設計を助けたと言われている。文鳥名は聞いたことあるわ。そうだとしたら王謙信は強力なサポートを得ていたことになるね。こうして清徳8年、摂政園は完成する。その後の王謙信の事績は不明だ。この庭園で静かな余生を送ったのだろう。しかし彼の死後、摂政園は数奇な運命をたどることになる。数奇な運命って一体何なの？まず王謙信の死後ほどなくして、その息子は摂政園を手放し、土家に譲った。一説によると賭博に身を染め、摂政園丸ごとかけた賭博に負けたという。ドラマに出てくるような不肖の息子っぷりだね。さらにおよそ100年後の崇帝4年、土家の後継は摂政園を2つに分け、東側を警部次郎の王信一に売った。王信一は陰末の清廉な官僚で、義中堅らの観覧党と対立した人物だ。彼はここに貴殿園居を建設した。残った摂政園は何度か持ち主を変えた末、
建隆3年、さらに初縁と復縁に分かれた。もともとの摂政園は3つに分かれちゃったんだね。その後、太平天国の乱が摂政園の運命を変える。漢方10年、太平軍が蘇州に進駐すると、中央の李州生は初縁、復縁、貴殿遠居を接収し、さらに拡張し、中央府を建てた。今でも摂政園の横に太平天国中央府の建物があるね。もともと摂政園全体が中央府だったのか。李州生も動画が何本か作れるほど興味深い人物だが、ここでは深入りしないでおく。王治2年、淮軍を率いる李光章が、王敦の上将軍の協力を得て蘇州を攻め落とすと、またもや摂政園は3分割された。中央部は高祖巡部の長子番が居住した。彼は庭園の経営修繕を積極的に行った。西部は豪商の調理権が購入し、保園と改名した。彼は多額の資金をつぎ込んで華麗な建物を建造した。東側は元の持ち主がいなくなり、一部が住宅になったりしていった。東部、中部、西部でまた異なる道を歩んだんだね。そして中華人民共和国が成立すると、摂政園は一つにまとめられて保護修復され、1952年に対外開放された。その後も修復、整備を重ね、1997年には世界遺産に登録され、現在に至る。そうか、数奇な運命をたどってきたんだね。主な見どころを2、3見ていこう。メインの見どころは中部にある。まずは円光堂。ここは摂政園中部の中心的建築だ。夏には池に蓮の花が咲き、そのすがすがしい香りが遠くまで漂うという意味の命名だ。乾山堂。ここは太平天国の中央李州生が名付け、自身ここに居住していた。ここは三面を水に囲まれており、しかも2階に上がる階段は1階でなく、屋外の隠れた場所に設けられている。外から攻められにくい工夫がなされているね。36円王館は新末に建てられた西部の中心的建物。館内のアーチ型天井は音を反射し、音響効果が良い。根曲の上演に用いられた。ところで最初に言った摂政園の名前の由来は何なの？これは秦の武帝芝居に仕えた漢学の官居譜から取った言葉だ。漢学はこの作品で才能に恵まれていると言われながら出世できなかった自分の人生を振り返り、一心出世を諦め、郷里に帰って自由気ままな生活を送り、親孝行をして兄弟と親しもうと語り、これもまた宮遣いが下手なものの政治であると語っている。これが摂政園の名前の由来だ。封建心は立身出世を諦めて郷里で自適の生活を送ろうと決めた自分の心境を古の漢学と重ね合わせたんだね。王謙信が出世の道を閉ざされた経営、その後の庭園の数々の変遷のありさま、アルデミン神の歴史の縮図を見るようだ。そんなことも感じながらこの落ち着いた美しさを持つ庭園を眺めるのも面白いな。これからも歴史に関するさまざまな情報を発信していくので、面白いと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。